はようございます。たかしです。本日は12月6日水曜日、ただいま9時32分。それではポンド円、ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。内容はポストプライムのプライム会員とほぼ同じですが、ポストプライムのプライム会員、ノートのメンバーシップそれぞれに良さがありますので、使い勝手のいい方をご利用ください。詳細は動画の最後をご覧ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の日足からですね。昨日の日足は下落してきております。ここのところ連続陰線ですね。1回陽線を挟んでいますが、比較的強い下落だというのがわかります。ただし現在は GMMA の青帯付近、昨日も言ってましたが、ちょうどこの GMMA の青帯で現在反発するのかどうかっていうところを見ているタイミングです。前回のこの接触時、11月の20日ぐらいですね。ここで一度接触して強く上昇しました。今回も同じように接触はしてきておりますので、ここから上昇していけるのかどうかっていうのを見るタイミングですね。どこでこの今までの下落が上昇転換するのかっていうところを見ておきたいです。もちろんこのまま下抜けていくっていう可能性もあるんですが、昨日のローソク足を見てますと、その前の日を見ていただきたいんですが、その前の日のローソク足を昨日のローソク足は下抜けられていないんですね。つまり安値更新をできていないという状態です。ということは現在地付近で下げ止まり、買い足では下げ止まりを起こしてきているということなんですね。ストキャスティクスは安値圏に来ておりますので、そろそろ反発に入っていってもいいと思いますが、もうちょっと下げる余地がありますので、まだゴールデンクロスしてませんので、もう少し現在地付近で揉み合ってからの上昇になるのかなと。もし上昇するのでしたらそんなイメージですね。そして現在このダブルトップでの下落になってきてますので、そのネックラインっていうのがここのヒゲ先ですね。11月20日ぐらいの安値になりますので、184.5 付近、この辺を目指して下落してくる。そこでダブルトップを完成するかどうかっていうところを試しに行く可能性がありますので、もう一段安も考えておきたいので、現在地付近から底固めをして上昇するのか、もう一段下落してくるのか、それともこのダブルトップを完成しに大きく下落していくのかっていうところを今は見ている、そういう段階にあります。では次は4時間足です。4時間足を見ていると現在地付近で下げ止まりを作りかけているのがわかりますよね。この昨日とか一昨日、この辺長い下髭がそれになるんですけれども、こういう下髭を出してくるとここから反発上昇しやすくなります。ただし先ほど日足で言いましたようにもう一段安も考えておきたいので、現在地付近で下げ止まりを作ってからのもう一段安になるのか、現在地付近から反発上昇していくのかというところです。その辺は1時間足の下落トレンドを崩すかどうかっていうところを見ておくといいと思います。4時間足では長い下髭を昨日も一昨日も出してきているので、現在地付近、ちょうどこのオレンジの水平線ですね、185円付近っていうのが底堅いのがわかります。ただもう一段下げてくると次 184.6 付近、もう一つ下のオレンジの水平線まで下落してくる可能性がありますので、そのあたりで下げ止まりを作ってくるのか、それともこの下の方のオレンジの水平線を下抜けてダブルトップ完成、先ほどの日足でご説明したダブルトップ完成からの大きな下落になっていくのかっていうところを見ておきたいですね。まずは現在地185円付近がここ2日間底堅い動きをしてますので、ここからの一旦の反発を見ておくのが良さそうです。では1時間足です。先ほど185円付近が底堅い動きをしていると言いました。1時間足でも確かに底堅い動きをしているんですが、だんだんと高値を切り下げてきているんですよね。つまりここでのディセンディングトライアングルを現在作ってきております。こんな感じですね。ざっくりとこういう感じで高値を切り下げ、そして安値は一定というところでディセンディングトライアングルを作ってきておりますので、ここから下抜ける可能性も考えておきたいです。現在は上昇中ですが、まずはこのディセンディングトライアングルの上限付近、つまりこの GMMA の青帯付近ですね、このあたりでまた反発して下落していく可能性、もしこの1時間足今下落トレンドなんですが、この GMMA の青帯を上抜けてくると、先ほど日足の GMMA での反発と言いましたが、そういう形で大きく上昇していく可能性もありますので、その辺に注目です。1時間足の下落トレンドを崩して上昇に向かえば、次は日足の上昇に入っていきますし、ただ今日足のダブルトップでの下落をしようとしている勢力もありますので、そのどちらが勝つかっていうところに注目ですね。ですので、もしこのディセンディングトライアングル完成でここ 185.1 付近を明確に下抜けてくれば、先ほど4時間足で言ってましたようにもう一段下 184.6 付近までの下落、もしここを下抜けてくると次は日
日足の水平線がすぐ下にあるんですが、184円付近ですね。そのあたりまでの下落を見ておくといいと思います。そして上昇方向を考えるのなら、まずは GMMA の青帯を上抜けて、そこからの上昇の流れですね。こんな感じで GMMA の青帯を上抜けて、そしてまた GMMA にサポートされて上昇していく、そんなイメージを持っておくといいと思います。では次はドル円を見ていきましょう。まずはドル円日足からですね。現在は平行チャンネル、オレンジの平行チャンネルの下限付近にあります。ストキャスティクスも安値圏にあって、そこから上昇していくのかなと、そろそろここからの反発上昇になるのかなという、そんな雰囲気も感じますね。ただ基本的には GMMA の青帯がありますが、その下に潜ってきてますので、基本的には今ここ下落トレンド作ってますよね。ですので、この下落トレンドが継続するんですが、そのための今調整の上昇と考えますので、上昇してきても GMMA の青帯付近、今ですと148円から149円の間ぐらい、このあたりでの次下落になっていく可能性がありますが、今は一旦チャンネル下限からの反発上昇の可能性を見ておきたいですね。もちろんこのまま下抜けるということも考えられます。チャンネルにぶつかっての反発がちょっと弱いので、このままダラダラと下抜けていく可能性もありますので、今は下抜けるのか反発するのかという分岐点にありますので、どちらに動くのかっていうところを見ておくといいと思います。では4時間足です。4時間足は白いトレンドラインに沿って綺麗に下落トレンドを作っております。ただし現在地付近は先ほども言いましたように、日足の平行チャンネルの下限にありますので、現在地付近で底固めをするのかなという雰囲気も感じます。だいぶ下げ渋っている感がありますよね。ですのでここからの一旦の反発の上昇をイメージするんですが、やはりこの反発も弱いので、ここから下落していくっていうことも十分考えられます。まず上昇をイメージするのであれば、まずはこの白のトレンドラインを上抜けてくる、そういう動きをしてくると、ここからの上昇、日足単位での上昇に入っていくと考えるんですが、現在はまだ4時間足下落トレンド中ですので、基本的には上がったところを売っていく戻り売りというスタンスなんですが、やはり日足の平行チャンネル下限にありますので、ちょっと今は難しいところにありますね。ここから大きく上昇する可能性もあるし、当然下抜けていく可能性もありますので、この下落トレンドが継続するのか、日足での次上昇に入っていくのかというところを見ておく、そういうポイントに来ておりますので、一旦ここでの動きの決着がついてからその方向に乗っていくのがいいと思います。当然ここから上昇する可能性もあるし、下落していく可能性、4時間足の下落トレンドが継続して下落していく可能性も両方ありますので、まずは買い足で上昇転換してくるのであれば、その流れに乗っておく。基本的な目線としてはやはり下落トレンドが継続の方向を見ておくといいと思います。では最後に1時間足です。1時間足現在のところでアセンディングトライアングルを作っているんですね。これだんだんと安値を切り上げてきている。そして高値っていうのがだいたい昨日の高値付近になります。本日も今上昇してきておりますね。ここから上抜けしてくる可能性もありますが、もし上抜けだとしても直近のこの高値、先ほどの白いトレンドラインですね、そのあたりっていうのが次上値になってきます。価格がだいたい148円手前ぐらいですね。147円後半から148円というところ、そのあたりまでの上昇余地っていうのはあります。ただし日足の平行チャンネルにぶつかってからの反発上昇も弱いので、ここから当然上昇していく可能性もあるんですけれども、このままダラダラと下に抜けていく可能性もありますので、アセンディングトライアングルを作ったからといって必ず上抜けするとは思わない方がいいですね。上抜けた場合はこの赤い水平線ですね、147.7 付近ぐらいまでは上昇する余地があるとは思いますが、その辺っていうのは先ほどの白のトレンドラインもありますので、そこからの大きな下落、4時間足単位の大きな下落に戻っていく可能性があります。1時間足では今 GMMA を上抜けたり下抜けたりと分かりにくい動きをしてますので、もう少し分かりやすい動きになってきてから、少なくとも1時間足の GMMA でサポートされて上昇とかレジスタンスされて下落とか、この辺の動きですよね。 GMMA の青帯に沿って上昇下落っていうのをしてくる、そういう動きになってからのトレードをしていく方がやりやすいとは思います。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集しております。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿しています。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。
また、ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意しております。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場のコメントも投稿しています。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら今12月上旬がお得だと思います。また、限定動画だけをご希望でしたら YouTube のメンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。